あ、芝仙様、腕に血が。さっきかばってくれたとき、怪我を。少しじっとしていてください。医術の心得があります。傷は浅いですが、後でちゃんと薬を使って。無茶しないでください。私は始皇帝を狙ったものの、本懐を遂げられなかった未熟者です。そんな私を欲しいと言って七に身を投げて救ってくれました。あんなに強く誰かに求められたのは初めてです。そうですね。最後の最後まで誇りだけは失わないようにしないと。芝仙様、あなたは廃校を天の花だとおっしゃるのですね。話が変なところで途切れていたようにも思いますので、改めて私を廃へ連れて行っていただけますか？まだ確約することはできません。ですが芝仙様は命を懸けて私を必要だと言ってくれました。その方が信じるに足るという廃校、私もかけてみたいと思います。あんな騒ぎになってしまった以上、どのみち可否にはとどまれませんし、ここが賭けどころだという天のお声なのでしょう。芝仙様の真に私の真をお返しします。主へと呼んでください。私のマナです。匠様の命、主へが預かりました。やっと終わった。ほんと長々と見せつけてくれるわ。申し訳ありません。遅くなってしまいましたが、お礼をさせてください。話の流れだとあんたが大逆人なのね。はい、長領と言います。こちらは芝仙様。新兵を装って可否に入り込んでいたのですね。お見事です。褒めたからって丁寧な扱いは期待しないでよね。
うちに可否を責めるつもりなのでしょう。間が良かったのか悪かったのか、甲乙つけがたいところですね。あんたさ、捕まってるんだから立場をわきまえなさいよ。おや、囚われの身だったのですか。同じ志のよしみだとばかり。まあね、偵察してたらあからさまに怪しい会話をしてる奴らがいるじゃない。悪名には利用価値があるし、まとめてかっさらってやったら面白いと思ってね。張り込んでいた会話あったけど、まさかあんな面倒なことになるなんて。これがどう出るかよね。こちらとしては命を救われてどれだけ感謝してもしきれません。このご恩は何とかしてお返ししたいのですが。だったら多分この後話すことになるから、そこで私の言うようにしてよね。できる限りご期待に添えるようには努力を。どうかしたのですか、匠様。いきなり目つき変わってない？私の美貌に見とれちゃったとか？ブヘッ！素で見とれてるんじゃないわよ！バカなの？これだから凡俗は！匠様。とにかく私にとってはこれからの方が大事なの。頼むわよ、本当に。お決めになるのは光陵様ですか？うわー、きしょ。そこまでお見通しなの？さすがは匠様です。光陵様のこともご存知とは。もうご承知と思いますが、ここにいるのはおそらく光陵様の軍。祖軍よ。光陵様は始皇帝に滅ぼされた祖の命族として国の再興も掲げてるから。光陵様は知勇兼備の聖望も高く、1万を超える兵を集めて北上の機会を伺っておられます。この陣は先見部隊なのでしょう。ねえ大逆、この男何なのよ。特に威厳も感じないけどずぶとすぎない？ 1 万よ。もうちょっと驚くところでしょ。でも芝仙様は危ないところでご自身のことも顧みず私を守ってくださって。そういう話はしてないわ。たく、どっけが抜かれる連中だわ。ともかく
そろそろ落ち着いた頃でしょ。じゃあついてきて。うちのショーの方も準備ができてる頃だろうし。ショーはどなたですか？エーフ将軍よ。先に言っておくけど、将軍は自分の益にならないと感じたら即座に切り捨てるような女。私のためにもせいぜい気をつけるのね。ガヒデのことを聞かれたら解放されますよ。まだ緊張しておられますか？このエーフに首を差し出しな。降雨である。降雨様、お戻りになったのですね。念のため一回りしてきたが、他には見えぬ。あれ一匹だったようだ。そうですか。お手を煩わせてしまい、申し訳、ありがとうござ。いい。敵をほふるのは降雨の役目だ。ほう。匠様。降雨に怯えない男は久しいぞ。だがお前ではないか。愛理様、わざわざ出向いて来られなくても命じていただければ連行しましたよ。この軍を率いているのはエイフだ。降雨は勝手についてきた。可否を越えて帰るべき楚の土地を秦より奪い返さねばならぬ故国を見たかった。だから今回も勝手に出向いてきた？
すぐに見たくなったのだ。待つのは好むところではない。それはそれで困りますよ。一応立場というか手順もありますし。ミオン様のおっしゃること、グにはよーくわかりますとも。突然、水明様とグのところへ押しかけてこられて、ミオンを追うから馬を出せとか無茶ぶりされるんですよ。アイリ様がこうと決められたら止められるものなんてないからね。調理も掟も世のものも知ったことじゃない。それが僕たちのアイリ様でしょ。それを支える僕たちがアイリ様の気まぐれを考慮して動くのは当然だよ。私も半蔵様に賛成ですわ。天衣無縫の破天荒さこそ幸運様の一番美しいところ。お前、雇われ者のくせにずうずうしすぎない？勝手に僕の仲間面して、面の皮が厚いんだよね。これは手厳しいですわね。半蔵様に嫌われているの私カナピーですわ。知らないわよ。どうして幸運様が出てくるわけ？お前が始皇帝暗殺を企てたものか。皇帝暗殺未遂の大逆に超死亡です。窮地を助けていただいてありがとうございました。自ら大逆を名乗るか。愉快だな。うん。幸運は満足した。待った待った。アイリ様、いきなり帰ろうとしてんじゃないよ。大逆を見たいって言い出したのはあなたでしょう。本当に顔を見ただけで終わりでいいので？可否の顛末であればすでに聞いた。あとは始皇帝に一矢報いた恐れ知らずを一目見たかっただけだ。過分にお褒めいただいて恐縮です。しかしながら私は仕損じました。仕損じてなどないぞ。
秦を倒すのはこの項羽。暴君の命を奪えなかったのは天命だ。だがお前の意志は大陸を欲しいままにした王の虚栄を撃ち落とした。見て満足したからお帰りに？そうだ。フェイよ、行くぞ。なんだ？差し出がましいですが、皇帝を狙った大逆の名は大陸中に広まっておりますし、これを抱き込んでおけば軍の士気が高まったり志願してくる兵士も、それに狙撃の計画性や人員集め、さらに長期の潜伏においても十分に切れ者であるという証明が。ミオン。私に決めろと？この軍の司令はミオンだ。いや、名目上はそうですけどね。ここは愛理様に決めていただく方が丸いでしょう。ここにいる私らはよくても、兵たちの目から見ると、やっぱり、ねえ。そうか。ならば答えよう。叔母上は、もちろんこの項羽も、そのようなものは必要としない。秦帝国の打倒は、祖と我らの誇りによってなされる。そんな。ありがとうございます。結構なことかと。行こう。はい、愛理様。それでは皆様、お先に。そういうことらしいよ。絶対役に立つと思ったのに、だから危険を冒して。始皇帝を仕留め損ねた奴とその手下。ねえ。珍しいけどそれだけでしょ。だが、秦は怒り心頭で追い回していた。それを救い出せたとあっちゃ、痛快じゃないかい？愛理様のお言葉を聞いてなかったの？愛理様にはそんな名前、邪魔にしかならないって。だいたいお前、そこのお前。お前の任務は可否に潜入して、主に軍備状況を調べてくることでしょ。何余計なことしてくれてんの？それは分かってますけど、また別の利益が。また別だって言いたいのはこっちだよ。結構な騒ぎになったんでしょ。今度こそ秦も腰を上げてくる。この野営地だって見つかるかもしれない。その前に移動しないと。連れてきたのは余計な真似だったと。しつこいぞ。いい加減にしろよ。また別の命令をやる。もう黙ってろ。暑苦しいやつだ。こういうの苦手だからミオに任せる。はあ、任せるって言われてもね。愛理様がもう決めちまってるんだが。私は可否で白石を名乗っておりました。人気をまとめるという立場柄、顔も広く
日常にも通じております。真には恨みがございます。エーフ様とは可否の攻略についてより良いお話ができると自負しております。あんた、じゃあ、あたしらに力を貸すのか？それこそ利害が一致するのなら。聞いたかい水明。度胸もあれば頭も切れる。悪くない玉だ。うちに仕官してみるか？その気があるなら口は聞いてあげるよ。もちろん大役としてじゃなく雑卒からやってもらうことにはなっちまうがね。でも、そいつ激毒だよ。さっきだって愛理様を図ろうとしてた。自分の志は何があっても絶対に曲げない。そういうやつだし、愛理様には絶対に命を預けないんだ。水明がそこまで言うとは珍しいね。だけど、愛理様なら毒を皿ごと飲み干すんじゃないか？進んで毒を食わせるバカ？さっきだって勇気を呼び込んできたし、僕は厄介者だとしか思えないね。いきなりでかい声出すな！知らないのかい？戦場の亡者の噂も聞いたことがないって？亡者の噂。多くの死者の怨念が凝縮されて生まれ落ち、ただ血を求めてさまよい続ける勇気。あれがおとぎ話ではなく現実だと。戦場を渡り歩いていれば珍しいものでもないさ。愛理様にかかれば恐れることもないし。私、噂を聞きましたわよ。ええ、あくまで噂ですけれどね、お客様。天下が乱れたせいか、最近各地で人を襲う影、勇気の目撃例が急増していると。それくらいこっちだって知ってるよ。自分で言った通り、天下が乱れてるんだから。実際に我々はこれまでも何度もあれを切ってきているからね。それだけ無念を抱えて死んだ奴が多いってことさね。それだけで？長い歴史の中、ただの噂程度に思われていたものがこうも品質する。何か理由があるように思われません？確かに。私もこの目で見ることになるなんて思ってもみませんでした。さて、そこまでは私も何とも。ま、愛理様ならこう言うだろう。怪異であろうと勇気であろうと構わないぞ。切れるのだから幸運の敵ではないってね。まあ、さっきの話に戻すとだ。どうやらうちには反対派が多いらしい。やっぱりあんたを召し抱えるって話はなしだね。
はい。こちらも一応、建前として口にしただけですので。命の恩人であるこいつをかばうためだろわかっちゃいたさ。お誘いは光栄ですし、光陵様、光羽様も、希代の英傑だとは存じます。これはひとまず、順序の問題だと思っていただければと。先約がこの男かい？半蔵殿が激毒と評した大役を射止めたしるべ。一体どこを指してんだい？はいへ参ります。そうかい。急ぎの旅を引き止めちまって悪かった。よろしければ、馬を2頭いただけませんか？今から可否へは戻れませんし、灰まで歩くのは大変ですので。わかった。そのくらいはしてやろう。ただし、可否の情報はもらうよ。それくらいであれば。残された奴らのことはいいのかい？はい。こういった事態になった時に、また集まる場所や手はずは共有していますので。そうかそうか。そりゃ周到なことで。にしてもこんなお嬢ちゃんが大逆とはね。見た目で判断するなとはよく言ったものさ。お疲れ様でした、エーフ様。客商のあんたにまで無駄足を運ばせて悪かったな。幸運様自慢の幕僚の皆様の楽しいお顔が見られたので、有意義なひとときでしたわ。宝越殿の人の悪いところ嫌いじゃないよ。光栄ですわ、エーフ様。あんたたちをうまく使えば出世か褒章か何かいい目に遭えると思ってたのに、妙なことになったわ。私ってどうにもうまくやれないのよね。私は感謝していますよ。危ういところで命を救われましたし、ある意味では安全に可否を出られましたので。怪我までして。私たち可否の偵察のために秦軍のふりをして入ってたってのは聞いたでしょ。そこでいろいろ見てたらあんたたちの話が聞こえてきたから、絶対これに間違いないって。大逆は私たちにとっても有用なはずだからさ。あの断片的なものだけでその確信ですか。素晴らしい目と耳をお持ちですね。でしょ。なのに凡人にはそれがわかんないのよ。まあさすがに勇気が出てくるのは想定外だったけどね。差し引きしても利が残ると踏んだんだけどダメだったみたい。絶対私の方が正しいのに、これでうまくいくはずなのに。あはは。
将軍が現れるのは予想できませんでしたが、噂以上の英傑で、さすが匠様です。一目で見抜かれるなんて。あの場の5人は皆いずれもただならぬ力を感じました。おっしゃる通り、近いうちに大陸に名を轟かせるでしょう。先のことを考えれば、降雨殿と縁を持てたのは幸いでした。今夜はここで休みなさい。後で薬師をこさせるわ。ありがとうございます。礼を言うくらいならもっと頑張って私のために尽くしてほしかったけど、いつかは感謝を形にして返してもらえるよう期待しないで待っているわ。匠様、まだ起きておられたのですね。珍しいですか。匠様、やはり不思議な方ですね。劉邦様の軍のことは存じませんが、楚軍は規律の厳しい軍のようです。士気も高いです。兵たちは英雄である降雨殿を信頼、いえ、崇拝しています。恐れを知らず戦うのでしょう。戦場では無類の強さでしょうね。阪神の勢力は数多いですが、間違いなく最強の一角かと。明日は早朝から出発です。そろそろ休みましょう。おやすみなさい、匠様。夜が明ける前に野営地を引き払って移動するのだそうです。その準備でしょう。発見されるのは十に一つだと思います。用心深い軍師です。戦ではきっと手強いでしょう。
私はもう少し強いと思います。あんなのが群れで現れたら、手強いよりも気味が悪いですね。森を抜ければ街道が見えます。背景はまだまだずっと先ですが、ダメです。兄様、馬に不慣れな上に怪我人です。出発するとき何度も何度も落ちかけたのをお忘れですか？傷口が開いたら大変です。はい、降ります。降りました。すみません、失礼な言い間違いをしてしまって。そんなことはありません。許していただけるのなら、そうですね、兄様と呼ばせていただくかもしれません。気が向いた時には。だからって一人で乗ることは許可できませんから。不慣れな兄様に任せると100年経っても肺につきませんし。乗ったことがないのはともかく、見たこともないとは。よほどの山奥におられたのですね。兄様は本当に仙人のような方です。あれですか。よくはないと思うのですが。私のことは気にしないでおくれ。背景へ送り届けろと幸雨様に頼まれただけだよ。芝線だっけ？いいさいいさ。幸雨様がいりゃ私は手焼きになる。こっちの方が暇が潰れていいくらいさ。鬼人ならともかく、私たちのような無冠の相手に聞いたこともありません。何か考えがおありなのでしょうが、私たちの害にはならないと思います。まあ、確信はない勘のようなものですが。乱世では背景への道も不穏だから護衛をつけてくれたと、そう思って幸雨殿の度量をありがたく頂戴しましょう。背景はあの街道の先ですね。どこの生まれか知らないが、
よほどのど田舎にいたんだね。兄様、笑っておられるのですか？楽しいことでも考えてたんだろうさ。そうなのですか？後ろ3つ必要ですか？心配しても何も良くならないよ。それならありのまま全部楽しむ方がお得だよね。ちんたらしてると日が暮れちまうよ。行きましょう。拝見へ。